ありがとうございます。東京オートサロンお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、もう本当、もう毎回思うんですけど、もう大盛況で、もう本当近寄れないぐらいに人がこう押し寄せてて、そういうプロモーションしてますから。はい。今年あのね、のテーマは何だったんですか？今年のテーマはね、うん。まあもちろん車をね、毎年楽しみに、うん。すごい面白い車、かっこいい車をこうプレゼンしてきたんですけど、それはアンベールってやはい。るんですけど、はい。もう一つ、リバティックキッズってうん。いうね、子供たちの、要はキッザニアみたいうな、ん。子供たちに、まあ、塗り絵を描いてもらったり、うん。ラジコンのちっちゃいミニラジコンやってもらったり、うん。で、まあ、そういった人たちが、まあ、たくさんの子供たちに、2026年から、うん。まあ、子供たちの、世界中の子供たちに、まあ、プレゼントコーナーっていはい。うか、まあ、はい。フィリピンとかね、ああいう少し貧しい国に行くとミニカーもなかなか買えない子供たちもやっぱういるんで、ん。貧しいね。はい。そういうのをまあ、去年1年体験して、はい。なんとか自分たちが役に立つものが何かないのうん。かって。まあもちろん、今までやってきた車に座ってもらって写真を撮るっていう実体験ってういうものん。を、もちろん、エッセンモーターショーとかジュネーモーターショーとかいろいろやってきたんですよ、世界にね。はい。まあじゃあ、そのプレゼンやってきたのがまあ3年から15年ずっとやり続けてきたんですね。そうん。れを、なんとか、まあ僕もう60になるんで、はい。形にしていこうと。うん。で、見えるようにしていこうと。うん。ね、最初はその子供たちにそういうプレゼンやっているものに対して長く続けられないんじゃないかっていうふうにみんな思ってる人たちもいたんですけど、もう僕らとしてはもう本当に未来のある子供たちに車に興味を持ってもらって、うん。業界をね、車としてのもう僕はビジネスとしてスタートした自分がいるんで、うん。その業界を盛り上げるためにもね、うん。今世代の免許を持っている人たちにその興味を持ってもっと持ってもらうんではなく、うん。若い子供たちに興味を持ってもらうための車にね、うん。その業界を盛り上げていくっていうことでやり続けてきたものを2026年の東京サロンからうん。リバティオークキッズというね、うん。そのまあ一つのカテゴリーで、うん。まあ世界中にはい。このリバティオークって本当は何がしたかったのかっていうのが見せれる、うん。まあスタートラインとして東はい。京サロンがあのブースになったんじゃないうかなっていうん。のは僕は考えてはいるんですけどね。なるほど。もうはい。次の世代向けっていうことですよね。子供向けにっていうことは、やっそうぱり。なんですよ。まあリバティオークってああいう改造ばっかりやってて、もうイメージも日本からしてみたら良くなかったと思うんですよね。うん。でも僕のゴールってすごい長くビジョンを考えてて、うん。必ず目先で考えてるビジョンっていうのはなくて、うん。じゃあ何が一番大切なのかって言ったら、僕らはもうお金を残すっていうのももちろん大事かもしれないですけうん。ど、まずは記憶を残していくという、うん。足跡を残していくっていうのがすごく大事で、うん。そのためには小さい子の、要はいろんな、まあ、カテゴリーがあると思うんですよ。うん。まあ、例えば、スケボーの例えてば興味持つ子もいれば、はい。野球に興味持つ子もいれば、いろんな興味を持つプレゼンっていうのは野球屋だったり、大リーガーだったり、はい。イチローだったり、大谷選手だったり、はい。まあ、そういった人たちが、まあ、表に出て野球選手になりたいなとか、うん。そういう、まあ、ものがあると思うんだけど、僕らはやっぱ車の業界として、こうやってね、生まれて生きて、これを現実にビジネスとしてやってるわけなんで、だったら車に興味を持ってもらう、うん。まあ自分が一つのヘッドとしてうね、ん。やるためには前に出ていかないといけないっていう。その流れで、まあ今回ね、ようやくね、うん。まあ言葉で出して主張するよりも、まず行動に移してみて、結果が出てきたら、ちゃんとそれを主張できるような自分を作り上げていきたいなっていうのが、ちょうど節目のもう60なんで、ようやく自分のまあ、計画っていうか、スケジュール通り、今からはやっぱりもっとこういうことやらないとダメだよ、業界はっていうところを、ちょうど見せれる一つの、まあ、スタートラインになってきたのかなっていう。うん。いいですね。はい。Hey there, quick break from the drive to share something I'm genuinely excited about. If you live and breathe car culture like I do, you've got to check out Racer Plus. It's the new streaming platform for motorsports, rally, off-road, drifting, bikes, it's all there. We stream every stage of the World Rally Championship, full Dakar Rally, Crandon Off-Road, DTM, Le Mans, World Superbike, the Isle of Man TT, and even Formula Drift. FD fans, this one's for you. It's all in one place, even these podcasts. And here's the kicker. You can bundle Racer Plus with a full year Racer magazine subscription. That's 6 beautifully designed collectible issues delivered to your door. It's one of the few magazines out there that still feels like a piece of art. I even contribute to the magazine too, and we're really proud of this product. So whether you're into drifting like I am or off-road like I am too, just inspired by the stories behind the scene,
this bundle hits everyone. Head over to racer.com/bundle and sign up now. Let's keep driving the car culture forward. 今、日本ではこういう見方っておっしゃってましたけど、はい海外のお客さんにとっては、あまりその辺のそのニュアンス、ピンとこないと思うんですよね。はいはい歴史を知らないので、彼はいはいはい。そう、ちょっとその辺についてお話ししていただけますか。まあそうですね。まあ暴走族っていうのがまあもちろん昔からあったんですね。今はもうだいぶ少なくなってしまったんですけど、僕らの時代に免許の18歳で日本は免許取れるんですけど、そういう時に暴走族っていうのがあって、まあ車とバイクが現実的にこのヒートアップして、もちろんその違反もしますよ。もうヘルメットも被らないといけないルールの中にヘルメットを被らずに走ったり、集団で走っていけないものに対して集団で走ったり、もう信号無視もするし、もうシグナルも無視しちゃうし、そういったのが僕らの時代でかっこいい時代があったんですよ。でもそれがあったからこそバイクと車に興味を持ってしまった人たちがすごく多いと思うんですよ。それを僕らがまあ再現をしたっていうか、まあそれを自分たちがやったことによって日本の人たちの見方って、まああんなことやってるっていう、すごい批判的なものっていうのはもちろんあったんですね。まあ海外から見たらそういうのは多分見えてないと思うんですけど。でもそれを分かってて、あのカルチャーを残さないといけないっていう、分かっててそれをやったんですね。でも長く僕らのビジョンってそれを暴走族を有名にしたいわけではなく、車のカルチャーをスタートするためには、今までこの日本の車の改造って世界に行ってなかったんですよ。でもそのリスクを背負って世界に向けた発信をするべきだなっていうふうに覚悟したんですね。でも最終この60歳になって、まあ今14、5年やり続けてきたことが、今ようやく少しずつでもまあ理解する人が本当ちょっと増えてきたんですね。でもあれぐらいやっぱりやらないといけなかったんだ。リバティウォークは結局改造車を現実的に広めるんではなく、子供たちに車の要は醍醐味と、要はその素敵なものを現実的にまあ伝えたかったんだっていうのが、まあ少しずつ今回分かってきたのかな。This is Racer, your all-access pass to the best in motorsports, performance, and car culture. Get Racer Plus for live races, extended highlights, breaking news, and fan-favorite build and enthusiast shows, all in one place. From Formula Drift to off-road mayhem, A full-blown nail-biter. supercars to grassroots brawls, garages to rare collectors. Stream it all, anytime, anywhere. This is about machines and the people who move the culture forward. And when the screen fades, the story continues in Racer Magazine, a collectible trusted by champions, creators, and connoisseurs. Every page, a deeper dive into the soul of speed and performance. Racer Plus and Racer Magazine, the ultimate bundle. Built for the obsessed, powered by passion. 今結構巷でははいカーカルチャーとかって言われてますけど、はい。その辺にその日本の車文化、はい日本のカーカルチャーをそう世界向けに発信しようっていうふうに加藤さんがその感じて、これ俺やんなきゃいけないなって思ったのってどういうきっかけでそう感じられたんですか？まあ、リバティウォークのお店が始まったのが、今59歳になったから、25でビジネス始めたから、24年前、車屋さんを始めた時に、まあ車を買ってきたものを売るっていうのはもちろん車屋さんの仕事なんだけど、なんか自分の中でそれをやりたいために車屋さんやったんじゃないよねって、革命を起こしていきたいなっていう、何にも考えずに革命っていう一文字だったんですよね。その革命がどんどんそういう自分たちのそのカルチャーを絶対にまあ戦争もそうなんですけど、戦争でまあひどい目にあったおじいちゃんおばあちゃんが戦争ってすごい良くないよっていう戦争の物語を伝えるものってあるじゃないですか。はい、それを僕が何かこれ一つのきっかけで伝えていかないといけないなっていうテレパシーがあったんですね、自分の中で。でもちろん、まあ自分のその嫁のまあ例えば、まあその妹が、まあ亡くなっちゃったんですけど、まあ体が不自由であったり、まあそういったものも見ながら、もうちょっと本当にそういう人たちにもなんか自分ができることないのかなって
思ってて。で、まあ45ぐらいの頃に、まあ自分がまあ世界に行って、日本でやってても認めてもらえないものっていうのはやっぱたくさんあるんで、なんとか世界に、まあ出て行って、まあどこまでできるかわからないけど、やってみたいなっていうふうに。で、やってみたいなではできないじゃないですか。みんなこういうふうになったらいいなっていうふうに思うことはできるけど、まあ僕の性格は思ったらすぐに行動に移しちゃうんで、それで失敗してもいいやと思う自分がいるんで、まあ今回の、今の、その45歳に、もうなんとかこの、日本が大好きなんですよ。多分自分としては。ここ最近思うんですけど、この日本を良くしたいなとか、世界に伝えたいなとか。で、一部、日本車っていうのがどうなのかなって思った時に、アメリカとかヨーロッパとか、もちろん狭小に、まあ GT チャンネルからね、12年前の GT チャンネルを昔撮ってもらった時があるんですけど、あの時はまず大きなアメリカからね、行こうと。で、アメリカから行って、アメリカの人たちに笑われてもいいからやり続けようと。あれで6年やったんですね。で、ある程度狭小で自分の、まあ、プレゼンはできたんで、まあ、それでヨーロッパの方に EU の方に、もう一個でかい国があるんで、そこに自分たちが行って、まあ、エッセンとジュネーブにちょっと出店したいなと。足音残したいな。まあ全然売れないですよ、物なんて。全然売れないけど、ただ、がむしゃらに何か伝えたいなっていう気持ちがあって、勢いでできたことなんですよね。でもまあ、車ってアメ車、欧州車、日本車と、この3つのカテゴリーしかないなっていうのを、僕は分かってたんですね。でもアメリカに行ったり、ヨーロッパに行っても、なぜ日本車はそこまで人気がないのかなってすごく思った時期があるんですよ。じゃあ、これ最後のね、3ブランドとして計算したときに、これ日本車は絶対に来ると。来させないといけないんだっていうところで、その自分がプロモーションができたのかなって、自分はすごい感じてるんですよね。で、アメリカで古い車ってすごい高いじゃないですか。で、欧州車でやっぱりそれなりのヨーロッパの人たちって、日本人の人たちをアジア人と同じように見ちゃうんで、まあ馬鹿にされたりすることもちろんあったんだけど、まあそれはまあ全く気にせずに、まあやりたいことはあくまで一つだし、まあ、とにかく日本車の素晴らしさを世界の人たちに知ってもらおう。イコール、まあカスタムの、カルチャーの自分たちのやってた先輩たちから受け継いだ、その今の自分のスタイルを、まあ僕らは先輩から受け継いだものを、僕がただそれを足跡として残していきたいな。それをやることによって、車の、要は文化ってカルチャーって残るなっていうふうに思ってるだけなんで。まあ日本の人からしてみたら、そのカルチャーを残すっていうことは、暴走族のスタイルを残すっていうことでイメージがね、日本の人たちは良くないかもわからないですけど、ただまあそういった改造車を原的に行動で乗るためにプレゼンしてるわけじゃなく、まあ子供たちに車の醍醐味とか興味を持ってもらうために、自分はまあ今まで頑張って努力しながらやりきれたのかなっていうのはあるんですよね。一番最初にアメリカとかそのヨーロッパに行った時に、やっぱりそのフェラーリとかランボルギーニを切って、でオーバーフェンダーつけてっていうのはやっぱりもうすごい衝撃だったと思うんですけど、現地の人そうなんですか？いや思いますよやっぱり。それだって日本のその暴走族スタイルを知らないわけじゃないですか。その時の反応ってどうでした？現地の反応って。いやもちろんいいふうに思われないですよね。だからいいふうに思われると思ってやってないんですよ。僕は悪者でいいんですよね。でもそれを今すごい距離受け入れられてるわけじゃないですか。やり続けることがよく見えちゃってるんじゃないですか。逆に。なるほどね。ただ本当に、ただそれを高い車をフェンダーを切って、日本のカルチャーに紐づけたっていうことがすごいわけでは僕はないと思うんですよ。本当にさっきも言ったように伝えたいことがあるんですよ。ね、伝えたいことは本当に、ヨーロッパのランボルギーニとかフェラーリでそれをつけたからダメとかではなく、あれが本当に日本のカルチャーだよと。やりきれないといけないんですよ。F40 で3億円ぐらいする車を別に切ってオーバーフェンダーにする人なんかいないと思うんですよ。大事にして値段が下がらないように保管して、自分の自慢じゃないけど、僕はこんなすごいもの持ってるんだ。そういうふうに思ったことがないんですよ。これは価値があるから大事にしたいって、それはもちろん当たり前ですよ。でも車って自分で動かす車と書いて自動車って言うじゃないですか。僕は乗る車以外の車ってほぼほぼ管理しないんですよ。乗るために作るし、乗るために、まあもちろん改造するし、実際は。
まあでも、フェラーリからね、ブラックリストに入ってるとか、みんな言いますけど、まあ新車買わないし、実際は、はいあ、ブラックリスト乗りましたねって。何がブラックリストなのかが僕は分かんないです。もちろんフェラーリからしてみたら、すごい伝統のメーカーですから、ノーマルの車をあんな風に変な風な形にするなよって言うかも分かんないですけど、そういう形にする車を作ったからどうなんですかっていう。自由じゃないですか。そう。絶対僕らはお金を払ってフェラーリから買うわけですから、それを自分が好きなようにドレスアップするのっていいじゃないですか。じゃあ服でもルイ・ヴィトンの服を買って、それを破ったり、ね、そうダメなんですかって思っちゃうんですよね。だから否定的なものがあったとしても、僕あんまり気にしないですよ。だから逆に逆転の発想をしたいんですよね。でもちろんこうやってビジネスを自分たちがやってれば、もちろんみんな車買ってくれるし、エアラも買ってくれるし、もちろんアパレルも最近すごい買ってくれるんだけど、そのお金って結局僕のもんじゃないんですよね。みんなが結局寄与してくれたと僕は思ってるんですよ。寄与してくれたお金を自分が好きなものに使いたくないんですよ。みんなにまた喜んでもらうためにまたすごい車ができちゃうんですよ。それで感動を与えていくっていう、これ、もうずっとサイクルなんですよ。それを僕がお金を目指すだけでやめちゃったりしたら、僕の人生って、じゃあそのお金って何に使うのって言われて、僕使うものないですよ。逆に。欲しいものないんですよ。欲しいものって何かって言ったら、みんなの笑顔なんですよ。それでパワーもらって、また自分が楽しい、また一年が送れるわけですよ。じゃあお金が、例えば何百億かあっても、それ楽しいのかって言ったら、僕わかんないです。そんなお金もらったことないんで。使わないとダメですよね。そうですね。どんどん使えばいいんですよ。最後死んでいっちゃうわけですから。で残されたものっていうのは、結局お金が残ってもそれを誰かが、身内が受け継ぐじゃないですか。そんな、僕が一生懸命やってきたお金を息子に、例えば受け継いだとしてもですよ。その金をどうやって同じように使ってほしいわけですよ。でもなかなかうまくいかないですよね。だから今のうちに使えばいいけど、なるほどね。残すものは記録だけでいいんですよ。本当に記憶と足跡だけを残せば、僕の中では大成功だと僕は思ってるんですね。だから毎年オートサロンでも、そのプレッシャーとかに感じることないんですか？翌年の上行かなきゃいけないとかっていうのは。いや、全然そういうの思ってないですよ。思わないでしょ。だから。もちろんちょっとは思いますけど、どうやったら今以上にみんな喜んでくれるかなとか、だから、まあ、アンベールは自分が MC をして、楽しまさせて、で、自分がアンベールしてっていう流れになるんですよね。でも、通常であれば、まあ MC の人が話をしてアンベールするってあるんですけど、全部自分がブースのデザインだったり、どうやったらこの音楽入れたらどうやったらお客さん感じるんだろうって、音楽から全部、そのうちのメディアチームとも話をして、全部考えるんですよね。その考えることがね、楽しいんですよ。楽しいですよね。で、僕失敗を恐れたことあんまないんですよ。で失敗は、みんな望んでることなんで。そうですかね。失敗望んでますよ、みんな。うちのファンはそんな風に望んでないですけど、世の中って敵も味方もいるんですよ。僕はずっとそう思ってるんですよ。で、敵の方が多いんですよね。でもその敵って言ったら失礼かもしれないですけど、その反対の人たちを、どうやって僕の失敗を笑ってもらえるのかっていうふうに思うんですよ。だからこのゴルフでもこれが外れたら、結局、みんな笑うんですよ。入ったら、なんだって言うんですよ。確かに。失敗した方がいいんですよ。逆に失敗した方がいいと思った方が、僕の中のプレゼン的には、僕のプレゼントじゃ合ってんのかな。だからうまくいかないだろって、あんなことやっとるけど、絶対うまくいかないがやって言われた方が、やる気になっちゃうんですよね。で、それが、例えば途中で、やっぱりやれないじゃんって言われる答えって、やめた時なんですよ。で、やめなければ、言われないじゃないですか。そうね。死んだ時はもう終わりですよね。けど、やめなければ、絶対その答えってないんですよ。じゃあ、今年ダメだったんですねって言われても、何があって、来年あるじゃんって、僕は思うんですよ。で、今日ダメでも、明日があるじゃんって、すげえ俺ポジティブなんですよ。だから今のプレゼンができるのかなって思ったりはするんですけど、それみんなどう思ってるかわかんないですけど、あの人はクレイジーだって言うんですけど、でもすごいポジティブですね。もう本当にポジティブ思考で。これめっちゃポジティブなんですよ。昔からそうなんですか？ずっとなんですよ。だからずっと笑ってるんですよね。で、お客さんと写真撮るときも、
もう正直言って普通にこうやって写真撮るだけだったら笑顔にならないじゃないですか。で、大体大人の人たちって、自分が出来上がっちゃってるんで、はい、OK マークやると恥ずかしがるんですよ。ああ、これやんないですよね。そう、これやんないじゃないですか。でも、それをやることによって笑うんですよ。笑うね。恥ずかしいからね。そうね。だから僕はね、本当にね、みんなにね、言うんですよ。かっこいいものが、意外にかっこ悪かったりするんですよ。かっこつけてる人が意外にかっこつけしいだなっていうようなことを言われて否定されることがあって、僕はもう笑われてなんぼだし、まあ言い方だけど馬鹿にされてなんぼだし、その方が僕の人生の中では、もう少年の心のまま大人になってるんで、全然できるんですよ。殻をかぶっちゃうと、できないじゃないですか。そうですね。で、みんなよく言うんですよ。今のブランドが出来上がって会長すごいですねってみんな言うんですけど、これすごいのは僕じゃないんですよ。スタッフも含めて、ファンも含めて、その人たちがすごいんですよ。で、それでパワーもらっちゃうんですよね。なるほどね。ずっとやり続けていかないといけないですよ。すごいリバティウォークのコミュニティみたいなものがどんどんこう大きくなってってるような。すごいコミュニティ、僕はコミュニティを増やしていくべきだと僕は思うんですね。よくあるのは否定してた人たちが、意外にじっくり加藤さんのこと調べたら共感持てたとか、そういう論文を今書いてる人たちがいるんですよ。全く嫌いだって言って、車を見せたら全く下品だって、最初は答えるんですけど、リバティの動画とか、YouTube とか、まあいろいろリバティをこう調べたら、やっぱり好きになっちゃったっていう人がおるのがまた面白いブランドだっていうのはよく言われてて、それでいいと僕は思うんですよ。人間って第一印象で判断しちゃうんで、でもそれはもう誰もがだと思うんだけど、でも長くやることが一番大事で。まあ、継続することはね。だから、GT チャンネルと今で変わってますよね。いや、全然変わってないですよね。全然変わってないです。普通変わっちゃうじゃないですか。そうですよね。で、一時的に俺も42、3の時に一時的に自分が強くなっちゃった時あるんですよ。ちょっとカッコつけたくなりますね。そうなんですよ。それはね、ゼロじゃないです。一時あったんですよ。それどうやって抑えてるんですか？そういうの。いや、40から41って厄年っていうのが日本であって、でこう人生のこの、要は一番変わらないといけない厄の年があるんですよ。その時にやっぱり自分たちが車の車販やってた時に、まあ、こっちの車は普通に売れるんで営業マンなんでね。でそれに疲れちゃって自分がいるんですよね。で、こんなことをずっとまた死ぬまでやるのかっていう。車を買ってきたものを売る。買ってきたものを売る。そこで利益を上げるっていう、こんなことずっとやるのかよって思った時に、俺の人生じゃねえなと思って、で、革命っていうものをもう一回思い出して、もっと人のため、世のため、最後はね、自分自身のためにやらないといけないんだっていうふうに思って、それで、まあ、自分がすごい辛い時が自分の中であったんですよね。それを、まあ自分は回避して、もっと素直さをね、自分自身に取り入れて、もう一回小学校の自分の加藤宛てに戻った方がいいっていうことで、それで変えてったんですよね。で、相手を変えようとしてもなかなか難しいんですよ。自分自身が変われば相手も変わっていくんだろうなっていうことで、180度ね、もう一回やり直しの原点に戻ってね、25歳でビジネスやった時のそのスタートラインにもう一回戻って初心に。それでやり始めたのは43ぐらいですよね。45ぐらいから、まあアメリカに行ったり、そこでまあ決断をして、もう絶対最後までやりきるという流れに変わって今があるんじゃないですか。その力なんですよね、結局。やっぱりそうですよね。年取るとやっぱり大人になってって、少しずつやっぱりかっこ悪いことしたくないし、恥ずかしいことしたくないし、失敗を恐れるようにはどんどんなると思うんですよね。だから挑戦し続けることってすごい難しいと思うんですけど、その辺はやっぱりもうポジティブ思考でもうどんどんみんなを喜ばせるためにっていう、自分のためじゃなくてっていう。それでもう一個はやっぱり子供たちをケアしていくためには自分が見本を見せて背中で見せていかないといけないなって、まあ今なんか誹謗中傷だったり、いじめだったりするのがやっぱり日本の問題であるんですよね。まあそういう子たちに一つのね、言葉ではなく、こういうことがあったけど、こうやって最後まで頑張ってね、やり抜いたら、こういう結果になるんだぞっていうことが一つの見本として見せれる自分ができてきてるのかなっていうのは、まあ、あるっすよね。毎年いろんな三浦やられて今年は180があったり、いろんなアイデア、次から次へとって言ったらあれですけど、なんか、そういうのは、このリバティウォークの中で、どういうプロセスを得て
この車にしようっていうのは決まってるんですか？僕は全部やってます。全部加藤さんがプロデュースしてるんですか？だから一番ね、やっぱり怖いのは僕が死んじゃってから、それを告げる人間いるのかって言ったら厳しいと思います。でも僕は言うんですよ。加藤社長亡くなったら大変ですねって。大変じゃないです。それなりに自分ら考えろよって。はい。でよくあるんですよ。次の来年の車考えるのも大変ですねとか。で、感情がなくなったら大変ですねって。言うかもわかんないですけど。でもそんなこんなネガティブなことばっかり考えてたら何もできないんですよね。じゃあセーブしながら生きていかないといけないじゃないですか。そう。実際は。でももちろんうちらも100人ぐらいの体制で今従業員も増えましたし、でも彼らにはいつも言ってます。とにかく自分たちが現実に僕が亡くなった時には必ず自分たちが自分の代わりができるような、全部ができないと思って。だから息子もいますし、それもまあ従業員も含めて、すごいうちのスタッフって、まあどうだろう、世界一チームワークがある会社だと思ってます。組織ができてるとか、オートサロンでも、本当まあミニカーですごいバッと走っていてね、行列ができたりして、ちょっと危ない場面もあるじゃないですか。100人体制で席位置やるんですよね。手をつないで。いや、ブースの人だかりは本当危険ですよね。ですよ。だから、うちのスタッフって、こうだって言ったら、全部セキュリティも手をつないで席位置するんですよ。で、ここから出せないようにするとか。で、もうそれも瞬時に決めたことを、もう兵隊みたいに動いてくれるんですよね。で、姿を見たときに、世界一の組織のチームだなって、いろんなカテゴリーがあるんですね。メディアチームだったり、梱包だったり、デザインだったり、ムービーだったり、まあ発想だったり、事務だったり。本当になんか自分が今までこうやってきて、強いチームになったなっていうのは、すごく感じてます。それが僕にとって、まあ家族なんですね。で、家族が全員が現実、もちろん入ってきてすぐ辞めちゃう子もいますけど、でも今の本当にリバティウォークって何が一番すごいかって言ったら、スタッフのチーム力。これは半端ないです。はい。それどうやってそういう団結力みたいに作っていくんですか？まあ僕のところの会社って4つあるんですね、会社が。その4つに1つのリーダーを作って、次に右、左のサポートする人間が、これ大事なんですね。で、これ三角関係になってしまうと、下に人間が育たなくなってしまうんで、この組織を現実にどう作り上げるかっていうのが一つのキーマンなんですね。頭でっかちでもいけないし、年寄りばっかりが上にいてもいけないし、下の若いスタッフをどんどん上げていって、で、上の人たちが落ちないようにコントロールするっていうのを、やっぱり心がけて、組織改革したんですね。それいつ頃からされたんですか？そういう組織改革。3年前。3年前で。はい。今じゃあどういう機構でなってるんですか？まあリバティウォークっていう会社は車の車販ですよね。コンプリートカーを作って販売する。車の今まで通りの25歳で僕らがやってる車屋さんですよね。で、もう一つは LB ホールディングスっていうのは、エアロパーツ、あとロイヤリティ、ゲームのロイヤリティとか海外のロイヤリティを、まあ一つのビジョンとして。で、LB プランニングスっていうのは、まあアパレルであったり、まあ日本のロイヤリティであったり、まあ、あと店舗ですね。東京店とか、大阪店とか、札幌店とか、その店舗展開をする一つの、まあ、あとコラボに対する企画ですよね。で、ブラザーズっていうのは、もう一個新しく作ったのは、僕はもう60なんで、まあ、彼らのことを考えたら、株っていうのがあるんですよ。それを、僕のまま株を持ってても、すごい株価っていうのが高くなってしまって、譲渡できなくなっちゃうんで、それは1年前に、うちの息子に株を譲渡して、息子が今株を全部持ってる形になってるんですね。はい。なるほどね。はい。で、もう一個は別の会社があって、そこには、みんな役員が株を買って、一つのカテゴリーで、ビジョンを立ち上げてるってもう一個の会社があるんですよ。それは名前はちょっと言えないですけど、その会社の名前で、まあみんなが株を買って、そこで、またそこから別会社から給料をもらうっていうふうに今後していきたいなと思ってて。じゃあみんなやっぱりその役員もその社員の方々も、やっぱりあれですよね、一体感生まれますよね。自分もオーナーの一人になったっていう意味だから。僕は今の会社の資産も全部見せるんですよ。で、見せて、やがての僕らの最終着地までちゃんと説明してあるんですね。で、まあ、3年、4年後にはキッザニアを作りたいなと思ってるんですね。そのキッザニアを目標にしようと。そのためにはこれぐらいの資金が必要だと。それも計画して、みんなが一つの一体感を、それに対する目標ができるんですよ。そうそう、人間って働いていても、じゃあ、
頑張れよって言われても何を頑張るのか。そうね、目標が見えてないとね。そうなんです。大体目標がある人って少ないんですよ。確かにそうですね。大体目標ってないんですよ。ないですね。日々のただ業務をただ。そうなんですよ。だから僕の作り上げた目標をスタッフに伝えるんですよ。そうするとそのスタッフは甲子園に行くぞって目標になるんですよ。それが達成した時はこういう形にできるぞっていうのもちゃんとフルオープンなんですね、うちの会社って。で僕別にそこまで給料別にいらないし、もうとにかくフルオープンで行くぞと。そうじゃないと、結局一生懸命やる、頑張って努力する意味がなくなっちゃうんですよ。でも中にはサラリーマンもいますから、朝から夜まで働いて、もう帰ってこの給料さえもらえばいい。残業もやらないって人もいるんですよ。それはそれでしょうがないですよ。でももっと稼ぎたい人もいるじゃないですか。それはそれでちゃんと、うちらも会社として評価をして、やっぱりちゃんとコンテンツを作ってやらないと。だから今辞めないですよ、みんな。昔はめっちゃ辞めましたよ。入ってきたらすぐ辞めるし。10人おって5人辞めて、10人入ってきてまた5人辞めてって。ずっと5、6人なんだったんですよ。やっぱ頭でっかちになっちゃったし、僕自身が。やっぱ自分目線でやっぱ見てたんで。でも今は、若いスタッフを目線に合わせた、まあ幼稚園の、保育園の子供でも、まあ先生って必ずひざまずいて子供の目線に合わせるじゃないですか。今までは目線だったものを、子供の目線に自分が合わせて、若い子たちに合わせて、その意見を取り入れるようにして、やりたいです。で、まあ、もちろんデザイナーもいますけど、そこはあくまで僕が最終チェックをして、この車をこういう風にやろうね、こういうイメージ作ってくれって言って、全部自分がやってます。ブログもインスタも全部自分やりますからね。当たり前のようで、意外とじゃないんですけど、結構多いですよね。目標を、立ててないっていうのもたくさんいると思うんですけど、なんでその目標に向かってるのかっていうのを明確にしてない会社なり社長ってほとんどだと思うんですけど。僕も働いてる時そうだったんですもん。とにかく来月頑張ってくれよって言われても何を頑張るのか。ただ台数と利益だけを頑張るのか。その利益と例えば台数を頑張って、これ5年継続してそれが達成したとしたら、何か僕らってあるのかなって思っちゃうじゃないですか。で、僕、会社って、最終的に一代で辞めるんですか、この会社って継続するんですかって僕初めて言われたのが10年前なんですよ。なるほど。で、僕はその時答えられなかったんです。その時、変えなきゃと思ったんですか？個人で辞めるのか、一代で辞めちゃうのか、会社を継続するのかって言われた答えに答えられなかった自分がいて、それで経理士さんが、それじゃダメだって。でも、やっぱり残さないといけないんだ。で、僕は決断したんですよ。すぐに決断したんですよ。そしたら、そのようにやりましょうっていうことで、それで決断したことが今に至る。でもそれはもうフルオープンに行ってます。はい。なるほどね。フルオープンに行かないと、結局、向こうもフルオープンで来ないわけですよ。でもそういうのを現実的に自分、経営者って誰も教えてくれる人いないじゃないですか。孤独ですもんね。孤独なんですよ。誰も言ってくんないですもんね。それで相談できる人間もいないし、それで苦しい思いして、で、1ヶ月毎日が数字との戦いになっていくんですよ。そうするともう数字だけで経営者やってるような感じになっちゃって。夢どころじゃないですね。そう。僕はもう疲れちゃって、何のためにこれ経営者になったのかなって。ね、もちろん自分が稼いだお金って、会社のお金と自分のお金って別かもしれないですけど、もうその時計が欲しいわけでもないし、ね、飲みに行ってチヤホヤされたいわけでもないし、やっぱりこの一つのカテゴリーを残していかないといけないっていうためには継続にかけたんですよね。それを従業員の前で話したんですよ。で、昔はもうパラハラだったし、今で言うけど、もう叩いたり蹴っ飛ばしたりしたという時も昔はあるんですよね。そういう自分にだんだん疲れてきたんですね、多分。それで、もうなんとかもね、従業員から変えさせようと、ずっと上目線になっちゃうわけですよ。でも最終的には、やっぱり、もっと強いものが弱くなることできないんで、もっと素直な気持ちになって、相手の意見をしっかり聞き入れる方を重視してやっていこうと。それでだんだん会社が変わっていったんですね。で、みんなの前で恥ずかしいんですけど、ちゃんと、自分の今までの教育の中で間違ってたものが多かったというのもちゃんと目の前で話しました。はい。ちょっと、なんで社長そんなこと言うのかなっていうのはあったかもしれないですけど。なかなかできないですよね。できないですけど、それを言わないと、やっぱり全て変わらないなと思ったんですね。で、経営者って自分が認めたくない自分がいるんですよ。間違ってても間違ってねえんだ。こうやってやればいいんだっていう。そうですね。どんどん強くなってっちゃうんですよ。そうね。で、そういうのを自分の中で感じ取った10年前なのかなって。だからもっと自分だけが幸せになるんではなく、
もう本当に全部がね、100% にはならないと思います。お客さんに電話するの忘れちゃったり、そういう時もゼロじゃないからね、アナログだから。はい。そういう時はしっかり謝って、すぐにやっぱりその3倍返しするような、まあ、やり取りをちゃんとしないとダメなんです。いろんな面白いコラボとかもされてますけど、そういうのは加藤さんがまた決めるんですか？こことやりたいとか、あとは、まあ、ジョン・シュバルと最近やったりやります。ああいうのは相手で決めます。相手でね。大きなところだからいいとか思ってないです。お金だけでやらないです。だから、アパレルだけでやるってあんまないですよ。で、アパレルだけでよく来るんですよ。アパレルのコラボしてほしいっつって。やらないですって。車のカルチャーを残したいために、車にそれようなデフォルメをして、それでアパレルと車とミニカーって車買えない人たちが買ったり、まあ例えば車を興味を持つためにミニカーから始めたり子供たちが、そのためのコンテンツなんですね。だから僕らはアパレル業界に行きたいと思ってないですよ。もうコミュニティなんですよね。ライフスタイルなんで、それを大事にしていきたいなと。だからアパレルすごいですねって言うんだけど、アパレルじゃないんですよね。やっぱりコミュニティなんです。ユニフォームです。そうですね。そうです。もう僕街でリバティオーク生きとる外人とか見ると必ず声かけるんですよ。でももちろん外人で僕らのこと知らないだ CEO だって知らない人もいますけど、でも必ず声かけます。はい。それが僕の中で一番嬉しいことですよね。一つのチームですよね。そうですよね。野球で言ったら一緒にいるようですから、仲間ですからね。仲間ですから。ドジャースの着てるのと一緒ですから、みんなドジャースが好きなんだっていう。ね、ただ青いユニフォームが好きだから着てるわけじゃなくて、ドジャースの裏にある何かがあるから好きなわけですよね。だからもう昔なんでそんなブランドでもなんで売れないんじゃないですか。特にイベント行っても。で、自分から売れない T シャツいかがですかとか、人気のないですけどどうですかとか言って営業マン的な自分をやったことあるんだけど、でも悔しさをバネして今までやってきたんですよね。人より負けん気強いと思いますよ。でも言葉には出さないですけど。いや、でもね、昔はオートサロン行っても、いろんなグッズ、まあ本当もうノベリティですよね。もうただでもう着てくださいみたいな感じのブランドたくさんあったと思うんですけど、やっぱ着たくないんですよね、そういうのって。ね、やっぱりそのブランド自体、意味がないからね。やっぱりリバティウォークのみんななぜ並ぶかっていうと、やっぱりその加藤さんのそういう思いだとか、意思だとか、そのリバティウォークの意味するもの、その一部になりたいからやっぱり買うと思うんですよね。だからブランドって本当難しくて、いつそれがブランドかっていうことの証明ってないんですよ。でも俺は思うんですよね。ブランドを作ってるためにこれやったわけじゃないんですよ。本当にカルチャーを残して車に興味を持ってもらう子供たちが増えたらいいなと思っただけで、一時車離れっていうのが一時あったんですね。それを誰がこれを改善できるんだって。まあ世の中景気が悪くなれば世の中景気悪いからとか、で、車に興味がなくなってきて、車の要は、その若い子たちが車に興味持って来なくなった時代があって、まあ今の子たちは車に興味ないからなって決めちゃうわけじゃないですか。じゃあ決めちゃうんじゃなくて、それ興味を持ってもらうためのプレゼンをしないといけないよねって。なんとかしようよって。なんとか立ち上がろうよっていうふうに僕は思っちゃうんですよね。で、決めるのも良くないし、人のせいにするのも良くないし、まあ流行りもそうなんですけど、自分が作った方がいいなと思うんですよね。真似はしたくないなって思うんですよね。ここがもうこういう風にやって儲かってるから俺もやろうかとか、あんまり思ったことないんですよ。昔から。オートサロン行く分には、なんか車業界すげえ盛り上がってるなっていう感じしますよね。盛り上がってますよね。だから僕それでいいと思うんですよ。自分だけが盛り上げようと思ってるわけじゃなくて、もちろんいろんなメーカーさんが最近 JDM としていろいろこう表に出てくるじゃないですか。それは俺すごいいいことだと思うんですよね。でもっともみんなで盛り上げてって。普通だったらね、バカ野郎俺の真似しやがってとかね。そんな風な発言があると思うんですけど、僕はそんな全然思ったことなくて、ただ業界とはあんまり紐付けたくないです。やっぱり腹の探り合いになっちゃうし、だから距離は置きながら、みんながそのビジョンとして、自分がやってきた一つのコンテンツが、一つの話題になって、日本の車のカルチャーが広まって、みんながそこでうまくいけば、僕はそれなりにいいのかなと加藤さんからご覧になって、今日本のブランドで、まあリバティウォークさんはもう本当すごいと思うんですけど、日本のブランド、まあ車じゃなくてもいいんですけど、本当世界に出ていいことしてるな、なんか頑張ってるなと思うブランドってどんなブランドですか？日本のブランド。やっぱり中井とか、
RWB の中井とか、パンデムの三浦とかは、本当昔から、本当アメリカ僕らが攻撃し始めて、攻撃って失礼だけど、プレゼンし始めて、で、彼らはゼロからやってましたからね。だから昨日も三浦とも電話で喋ってたし、本当になんか、みんなリスペクトしてるんですよ。でも本当にまあ、自分の二人、RWB なんて、中井くんなんて、一生懸命外でね、板金のあれやるじゃないですか。だけど外国の人から見たら、まあ三浦とか中井とか僕とかは、仲があんまり悪いと思ってるんですよ。ああ、そうなんですかね。多分よくあるのは、ライバルだと思ってる。そう、RWB の服とか着てうちのブースに来る人たちも結構いるんですよ。そうすると、ごめんねとか、ごめんなさいとかって言うんですよ。で、それを僕が世界発信したいのは、日本の僕らはそんな人間じゃないよ。お互いみんないいところあるし、本当にみんな認めてるし、そこが日本のブランドの強いところなんじゃないですか。まあわかんないですよ。だからヨーロッパで言ったら、ブラバス・マンソニーとかいろいろあるんですけど、それが仲良くできてるかって言ったら、まあわかんないですけど、僕らは小さい国の中のコミュニティなんで、その中でね。そう、中でやってて。そう、RWB のその車も俺も作ってもらうし、三浦も喋るし、で、三浦は三浦でこういうふうにやろうよっつって言って話も来るし、本当になんか彼たちは、まあ本当に純粋にいろんな意味でお互いライバルじゃないですよね。お互いなんかすげえなって俺は思うんですよ。だからそこにリスペクトあるわけですよね。リスペクトめちゃくちゃあると思いますよ。だからといって別に悪口なんか何一つないし、ただまあ本当にそういう自分たちをこれからも日本の JDM をまあ盛り上げていくとしたら、彼たちは必ず必要な人物なんじゃないですか。そうですね。日本のカーカルチャーこれからどうなっていくと思いますか。本当ね、今回、去年も来なかったのかな、オートサロン来て、いや、なんかこれすごい日本、いつの間にかジャパンカーウィークとかって言って、いろんなイベントも行われてるし、オートサロンだけじゃなくて、夜なんかミートがあったり、いろんなイベントが3、4日の間に行われてるんで、ものすごいその日本カーカルチャー、今回実感したんですよね。最後に来たブランドですからね。元気あるなと思って。本当にアメ車が来て、欧州車が来て、日本車出てこなかったんですよ。で、日本の絶対このカルチャーは爆発するなと僕思ったんですよ。いやーなんか爆発させるためにやってきたんですね。じゃあ、そこで現実にどれだけ続くのって言われたら、僕は長いと思いますよ。最後に来たカルチャーなんで。はい。だからそれを一つのコンテンツとして考えたら、まだまだ日本人はパワーあると思うし。ありますね。だから、まあ、次の世代の人たちが出てきてほしいですね。なるほどね。みんな年寄り多いじゃないですか。はい。まあみんな50代過ぎてるし、60代過ぎてるし。僕ももう。いや、本当そうなんですよ。だから僕らとしては、本当に若い子が次世代の今後作っていきたいなと思うのは、僕ら世代の次の世代の若い子たちをどう応援してあげれるのかっていうのを考える時代が来てるのかな。だから今回リバティウォークキッズっていう、まあ、ブランドとかカテゴリー作って、本当に世界中の子たちにそれをプレゼンして、もう若い子たちを僕らがみこしの上に乗りっぱなしじゃなくて、みこしを担ぐ方に回って、子供たちを上に乗っけて、年寄りがこう担いで、将来に向けてのプレゼンを絶対することを、まあ今年から世界中に向けてやっていきたいな。それは多分みんなできないと思います。まあ我々もね、僕もいろいろやってきて、自分でもクリエイターやって、今はまあレーサーってところにいるんですけど、そのレーサークリエイターウォーズっていう、そのクリエイターとかインフルエンサーに賞を与えるっていう企画始めたんですけど、あれなんかはもう本当にまずは、こういうまあ雑誌社とかだけでも、雑誌社だけど、インフルエンサーとかクリエイターってみんな若い子たちばっかりじゃないですか。で、これからの人たちなんで、まずは彼らに、僕ら認めますよと。だよね。あなたたちが頑張ってるの認めますよって言って、そこが第一段階で、そういう賞を与える企画を始めたんですよ。まずそこからだとそうですね。このレースっていう雑誌は、レースの本じゃないですか。そうなんです。だから、よくある
FIA さんからも連絡が来たりして、レースのカテゴリーって、キャパが、やっぱレースの好きな人しか来ないんですよね。そうなんですよ。だからそれを広げなきゃいけないんですよ。そうなんです。それは、僕、小林カムイさんとか、アースクライアンといろいろ喋ってね、まあ FIA の人たちと喋ったり、まあランドの人とコラボした時にいろいろ、僕レース全く興味がなくて。フォーミュラ E もね、最近。そうなんですよ。で、そういう話を聞いた時に、レースはレースのカテゴリーからやっぱキャパがやっぱゴンと増えないんですよね。じゃあそこで僕は今回ランドノリスとコラボしたことによって、また F1 のイメージがガラッと変わったと思うんですよ。でもちろんその今までの F1 のチームとか F1 の人のファンからしてみたら何やってんだっていう人はいるかもしれないけど、もう変わってきたんですよ。もっと興味をレースに持ってもらう人たちを今度増やすことしないといけないんですね。そうですね。だから僕ら今までレースをやってたらドリフトぐらいのね、そのレースをやったことあるんですけど、本当にね、発表しますけど、今年から1年で車作り上げてね、来年サイエンショーさんがやるカテゴリーグループ C とか、グループ A とかそういうカテゴリーの中にリバティオークマシンをちょっと1台作って、優勝目指したいなと。講談走るだけじゃねえぞと。走る方でもやっぱり一番取りたいな。なるほど。それ何のシリーズですか、それは。一応ね、カテゴリーいっぱい作るらしいんですよ。へえ。グループ A、グループ C とか、まあ、あと普通のカテゴリー。だからいっぱい作るらしいんですよ。その中にリバティオークが入ってほしいってなったんで。じゃあもうそこは GTR33 のデザインを今作ってて、その33で行くのか、何のマシンで走るのかを今一生懸命。それヒルクラーメンですか？いや、それはタイマーダックみたいな。タイマーダックで。そう。あれで、俺もやったことないから、ちょっとなんか、今まではドリフトもなんか遊び半分で、もう優勝しなくてもいいから、とにかくかっこいい車高の低いバージョンで走れって言ってたんですよ。でもまあ、今までいろんな部分で行動しか走れねえだろうなんて言われた部分もいろいろあって、まあ、悔しさはあるんだけど、まあ、実際そういったレースに溶け込んでなくて、でもまあ、ランドのコラボだったり、FIA さんが現地に連絡くれたり、フォーミュラ E の車をリバティオークで作ったり、まあ、レースに少しずつこう、声がかかるようになったから、じゃあ本気でね、ちょっと一台優勝狙えるようなマシンを、まあ、一回チャレンジしてみたいな。面白いですね、それは。とうとうリバティオークレースに参戦っていうね。リバティオークレーシング。そう。これどっかでも発表されてるんですか、それって。まだ発表されてなくて、4月に、一応、モーターファンフェスタの前の日の土曜日に、こういうレースをやりますよっていう発表あるです。そこには僕らマシンができないんで、実は車としては、まあシルエット、スーパーシルエットみたいな僕らが今作ったやつを展示しますけど、実際問題は1年かけないとそのマシンもできないじゃないですか。そこはちょっと頑張って、いいですね、また新しいチャレンジが。レースの人たちにも馬鹿にされた部分もあるんで、勝負かけたいかな。面白いですね。頑張ってください。応援しますよ。ありがとうございます。最後なんですけど、これクリエイティブドライブっていうポッドキャストなんですけど、なるほど。クリエイティブドライブって、まあクリエイトのドライブっていうのはこの意志なんですよね。自分のその、自分を燃え立たせるもの。加藤さんのクリエイティブドライブって何ですか？何が加藤さんを動かしていくドライビングフォースになってるんですか？もう間違いなく人を驚かせる。ね、感動を与える。ね、何を言われても。それが自分のモチベーション。あとチャレンジし続ける。ね。後ろ向かずに、ね、バックギア入れず。まず1足、2足、3足、4足。8足ぐらい行きたいな。そうですね。でも1足、2足、3足、この辺が一番やっぱ届く必要なんですよね。そうなんです。でもまあ、正直言って、みんな世界中の人たちがね、期待してると思うんで、必ず期待に応えれるようにやっていくのが僕の使命なんで。みんな期待してますよ。頑張ってください。ぜひ。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thanks for watching and listening to The Creative Drive, where we offer listeners a candid look into the minds of automotive creators and their journeys. The Creative Drive is available on all podcast platforms, and we have more awesome guests lined up for you guys, so please subscribe so you don't miss any episodes. If you're interested in partnering with us, or if you have any feedback, please email us at podcast@racer.com or DM us in our Instagram. The Creative Drive is produced by Molly Binks from Racer Studio, directed by TJ Keon, creative director George Tamayo, and edited by Andrew Snyder.
We've got new Nick, OG Nick, and Morgan on the socials. I'm your host, Taro Koki. Thanks for watching again, and we'll see you next time.